ハロウィンや湯駒温泉で秋を堪能しつつもトレーナーと一緒に見事に風紀を守りきりその思い出を振り返る稲荷湾とバンブーメモリー。おうバンブー、ちょっと前に商店街のつてで山へ松茸狩りに行ったんでこれはお土産の松茸だぜ。ありがとうございます。自然の恵みを味わうなんて秋らしいっす。それででっけえ松茸を両手に握って旦那、見てみな、でっけえ松茸だろ？つい見とれちまうぜって旦那に言ったらその夜の風紀チェックが気絶するくらい激しくなってな。どうやら知らぬうちに風紀を乱しちまったみたいでオス、あたしにも覚えがあるっす。この前トレーナーさんとさつまいも掘りに行った時大きなさつまいもを持ってトレーナーさん、このさつまいもとっても大きいっす。恋しちゃうかもしれないっすと言ったらその日の夜の風紀チェックは体がバラバラになりそうなくらい激しくなったっす。そうかい、バンブーもかい。それはそれとして旦那のやつ取った松茸を真っ二つにして強火でじっくり焼いたんでうまかったけどよ松茸に何か恨みでもあるのかね。あたしのトレーナーさんも大きなさつまいもをふかして丹念にすりつぶしてスイートポテトにしてたっす。すりつぶしてる最中のトレーナーさんから殺気を感じたっす。もしかしたら私たちの知らねえ感情が旦那たちにはあるのかもしれねえな。オス、風紀チェックは奥が深いっす。そういった機微も理解してあげたいっす。その通りだぜバンブー。早速旦那と風紀チェックして問いただしてやらあ。悪いが先に上がらせてもらうぜ。オス、あたしも早退してトレーナーさんと風紀チェックするっす。やべえぞ、風紀チェックだ。秋よりトレーナーを堪能したんか。松茸はともかく大きなさつまいもに対抗心燃やせるサイズなのかバントレのバントレは。おうバンブー、昨日は楽しいハロウィンだったな。オス。あたしはトレーナーさんとハロウィン会場の見回りをしたっす。制服だと逆に目立っちゃうんであたしは魔法使いの格好をしたっす。なかなか粋な仮装じゃねえか。杖を違反者に向けたり杖で交通整理したりと何かと便利だったっす。けどイベントが終わる時になってトレーナーさんがバンブーの仮装がとても可愛くて魔法をかけられたようにドキドキしたよなんて言ってきたんで家に戻った後に狼男の仮装をしたトレーナーさんと一晩中風紀チェックしたっす。トリックオアトリートっす。やるねえ、さすがはバンブーだぜ。あたしもお稲荷さんの姿を借りてハロウィンの街を歩いたぜ。そしたら旦那がお稲荷さんの格好をした稲荷を見ると狐に化かされたように目が離せなくなるよってなことを言ってきたからよ。家に帰った後は吸血鬼の仮装をした旦那と一晩中トリックオア風紀チェックってなもんでいいっすね、トリックオア風紀チェック。あたしも来年から使わせてもらうっす。おうよ、どんどん使ってくんな。デンジャラスビースト稲荷湾。おうバンブー、温泉を掘るのは大変だな。オス、レーダーで温泉の位置が分かっても掘り当てるには根気がいるっす。掘るのは機械がやってくれても掘った土砂や砕いた岩は手運びだからな。過酷な力作業っす。おかげで旦那ともども毎日汗だくで旅館に戻ったら疲れを癒すために旦那と風紀チェックってなもんよ。バンブーはどうでオス、恥ずかしながらなかなか温泉を掘り当てられなくて少し落ち込んでしまう時があるっす。そんな時はトレーナーさんが優しく風紀チェックしてくれるんで風紀を守りながら頑張ってるっす。やるねえ、さすがはバンブーだぜ。力作業で疲れた体を風紀チェックで癒す。風紀力が高まるのを感じるぜ。レースでも大活躍できそうっす。温泉を掘って風紀チェック。掘り当てた温泉に入って風紀チェック。そんでまた温泉を掘って風紀チェックってなもんよ。永久期間が完成してしまったっすか？てやんで今年の年度代表馬娘は私たちがいただきでどんどん温泉を掘ってやろうぜ、バンブー。オス、バリバリ掘りまくるっす。旦那のボーリングロッドで調査されて吹き出したんか？なら。稲荷先輩、温泉掘削お疲れ様っす。おうバンブー。ついに温泉を掘り当てたっすね。おうよ。旦那と二人でせっせと温泉を掘ってたらよ、いきなりドバーっと温泉が吹き出てきたんでその温泉が使えるかどうか試しに旦那と一緒に浴びてみたら急に体がカッカと熱くなってきてな。このままじゃ風紀が乱れると思ってよ、その場で旦那と風紀チェックして温泉の風紀を守りきったんでその温泉は今じゃカップルに大人気みてえで掘り当てた身としては誇らしくて仕方ねえってなもんよ。そういやバンブーも温泉を掘り当てたんだろ？オス。トレーナーさんと一緒に頑張って掘削して温泉を掘り当てたっす。やるねえ、さすがはバンブーだぜ。
掘り当てた温泉を浴びて肌がツルツルになったトレーナーさんがこう言ったっす。お疲れ様バンブー、今までバンブーと頑張ってきた甲斐があったよ。ってこれじゃ契約終了みたいだな、はははって。私は半分ブチギレて宿にトレーナーさんを連れ込んで翌日の朝まで風紀チェックしたっす。風紀チェックが終わった後に俺はバンブーとずっと一緒にやっていくつもりだからとトレーナーさんが言ってくれて嬉しかったっす。それでこそバンブーだぜ。見事に風紀を守りきったな。風紀の乱れは心の乱れっすからね。乱れの予兆を感じたらきちんと風紀チェックしていくっす。湯駒温泉、泉質、硫黄泉、弱アルカリ性単純泉、効能、夫婦円満、子宝、特記、トレセン学園御用達、大学、OG を問わず馬娘とトレーナーの皆様にご利用いただいております。おうバンブー、湯駒温泉に行ってきたぜ。稲荷先輩も行ってきたっすね。どうでした？てやんでー、最高の温泉だったぜ。旦那と一緒に旅館に入ったらよ、奥にある特別な部屋に通してくれてゆったりと過ごせたぜ。しかもおかみさんがわざわざ混浴の時間を作ってくれてよ。旦那と一緒に温泉に入ってさらに絆が深まったってもんよ。湯の中で旦那に後ろからしっとりと抱きしめられたのはいい思い出だぜ。夜はうまい料理を食った後に旅館の風紀を守るため旦那と風紀チェックってなもんよ。温泉でポカポカした体で一晩中しっかりと風紀チェックできたぜ。また行きてえな。それは良かったっす。バンブーも行ってきたんだろ？どうだったんでい？混浴の時間にトレーナーさんと温泉に入ってる時にトレーナーさんに顔を背けられてしまったっす。なんでこっちを見ないっすか？と問い詰めたらバンブーのボディラインが綺麗すぎてと言われてしまったっす。その発言に風紀の乱れを感じたんで部屋に戻った後は気絶するまで風紀チェックしたっす。やるねー、さすがはバンブーだぜ。温泉の効能なのかこれまでにないくらい燃え上がる風紀チェックだったっす。あの暑さは風紀を守るためにトレーナーさんとの絆が燃えていたに違いないっす。それでこそバンブーだぜ。心はいつも風紀が燃えているってわけでー。おす、最高の温泉旅行だったっす。また行きたいっす。入浴券さえあればまたいつでも来ていいって言われたが手元にはかなりの数があるしまたすぐ行けそうだな。あたしもたくさん持ってるっす。入浴券を惜しまず使って旅館で風紀チェックっす。そうと決まれば次の休みは温泉旅行でー。バンブーのとこも一緒に行くかい？おす、音もするっす。ダブル温泉デートっすね。おうバンブー、温泉でやった麻雀は楽しかったな。おす、楽しかったっす。旦那とバンブーのトレーナーさん私たちを身ぐるみひっぺがすって言っておきながらいざ点数が足りなくなったら服を脱ぎ始めるとはな。稲荷先輩の打ち筋がプロ級だったせいっす。てやんでー、こちとらハイハイしてた頃からやってるんでー。旦那が全部服を脱いで風紀を乱す前に別室で風紀チェックして点数を絞り取って風紀を守れてよかったってもんよ。おす。あたしも点数がマイナスになって全裸になりかけたトレーナーさんと足りない点数分の風紀チェックをしてきちんと風紀を守ったっす。やるねー、さすがはバンブーだぜ。打ち筋を乱しても風紀は乱すなって言うもんな。健全な遊びにこそ健全な精神は宿るっす。どんな遊びも風紀を大切にしながら遊びたいものっす。飛び終了。おうバンブー、湯あみ会は楽しかったな。おす。馬娘とトレーナーが何十人も集まって混浴して温泉を楽しんでいてすごく賑やかだったっす。あたしも旦那と参加したんだが馬娘たちは自分のトレーナーの腰に尻尾を巻きつけたりトレーナーが他の馬娘に目を向けたら睨んだりトレーナーがいない馬娘が逆スカウトしていたりなかなか凄まじかったぜ。馬娘の戦いっす。旦那が逆スカウトされそうになったりしてな。温泉に入ってる間は尻尾を旦那の足に巻いてたってもんよ。あたしのトレーナーさんも逆スカウトされそうになったっす。だからあたしもトレーナーさんの腰に尻尾を巻いていたっす。仁義なき戦いっす。とはいえ温泉は最高だったし賑やかな風呂も悪くなかったけどな。おす。それにしてもトレーナーさんが他の馬娘を見たり逆スカウトされそうになるのは風紀的に良くないっすね。だからこそ部屋に戻った後は他の馬娘に目を取られてないか問い詰めながらの風紀チェックってなもんよ。おす。あたしもトレーナーさんを問い詰めながら風紀チェックしたっす。一方的に激しく攻めてしっかり風紀チェックできたっす。やるねー、さすがはバンブーだぜ。湯あみ会で緩んだ空気を楽しんで風紀チェックで秩序を正して絆を深めるっす。へへ、なかなかよくできてるじゃねえか。おす、この調子で温泉旅館の風紀を守っていくっす。
干びたトレーナーがあちこちに倒れてそう。自分の部屋まで我慢できなかった方々もいたんだろうな。トレーナーと馬娘が堂々と大人数で混浴してるこの状況を豆金はどう思う？何も隠さず全てをさらけ出すと集まり信頼と親愛に溢れる全く問題ない状況でありますので我々も混ざりましょう。大バンブー、温泉のカラオケ大会は楽しかったな。オス。みんなが思い思いに歌ってお祭りみたいで楽しかったっす。へへ、最高の祭りだったな。それにしても旦那のやつサザンオールスターズの愛しのエリーなんて歌いやがってな。こっちを見ながらエリーマイラブソースイートなんて歌いやがるんだぜ。徳やカラオケ大会の後は朝までじっくり風紀チェックってなもんであたしのトレーナーさんもバンプオブチキンの天体観測を歌ってたっすけど歌詞に昔の幼馴染の気配を感じて風紀の乱れを感じたっす。だからカラオケ大会の後にみっちり風紀チェックして温泉旅館の風紀を守ったっす。やるねえ、さすがはバンブーだぜ。お祭りの後でも容赦なしだな。お祭り騒ぎは風紀を守ってこそ、風紀を守って楽しく騒ぎたいっすね。おうバンブー、湯駒温泉が大人気らしいじゃねえか。オス、テレビやネットで PR したおかげっすね。そういやテレビで CM を見たけどよ、撮影した内容とだいぶ違ったな。全国放送っすからね、校内放送のようにはいかないっす。あたしたちやトランとトラトレさんが風紀チェックしながら撮影したやつもかい？オス、真っ先にカットされたっす。温泉旅館の風紀の良さを PR できなくて悔しいっす。てやんでー、テレビに頼らなくても見てくれる人はきちんと見てくれるってもんでー。あたしたちはコツコツやっていこうぜ、バンブー。オス、初心に帰って地道に風紀委員の活動をしていくっす。こうして今日もトレセンの風紀は守られるのであった。もう終わりだよこの温泉旅館。おい待てー、校内放送のようにはいかないとはどういうことなの？トレセン内では目白ビデオが教材である可能性がマーチャン着ぐるみの中身レベルで存在している？また一つ季節が進んだんだなってこの二人を見ると実感する。急な冷え込みと独り身の寂しさは心身に応えるけどここを見ることで紛らわせよう。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。